Enter FM Tokyo Music Radar 今夜のゲストはナギーレンのバラッチとマユです。よろしくお願いします。よろしくお願いしますいややっと念願です。東京ミュージックレーダー始まっていつかナギーレンで出たいと思ってたから、どうですか？緊張してる？いやちょっと毎週豪華アーティストが出演されているので、ついにナギーレンを呼んでもらえて本当に嬉しいです。イエーイ、ありがとう。ありがとうございます。どうですかバラッチ？いや緊張は全然してないですけど。あ本当？だって3人だしよく見る風景だねこれは。ちょっと逆にそのよく見る風景すぎないようにしなきゃってちょっとこっち側としては思ってますけどね。今日はね、美香子の立ち位置がどうなるか。いやマジ見物ですよ。聞き物ですよ。普段はやっぱりちょっと声を柔らかめにと言いますか、こちらの番組パーソナリティとしてこういう感じで喋ってるんですけど、3人で喋るときはこれぐらいのトーンなので、確かにちょっと違うね。ちょっと声高めで臨もうかなとは思ってますけどね。いやそうなんかフリードッグにねいろいろ書いてくださってて、最近3人揃ったのはいつとかなんか書いてくれてるんですけども、ちょっと日々会いすぎて、でなんか会いすぎてるというか、さっきオンラインミーティングしてたからね何の新鮮さもないよいやなんかしかもプライベートで会いますかみたいな質問もちょっと書かれてるんですけど、もうプライベートで会ってたらもう365日でしょっていうぐらいだと思うから、プライベートでもちょっと会ってないですね。そうですね、ほぼ家族みたいになっちゃってますからね。でもリハーサルの後とか、ご飯行ったりとかはよくするから、そういうだってなんならねちょっとおいおい話そうと思いますけど、韓国遠征した時もね一泊前入りして3人でいろんなとこ行ったからね。あれほぼ家族旅行だったよね。そうだねまあいろいろ掘っていこうと思いますが、ということで、バラッチとマイをゲストにお迎えしてナギーレン3人揃って今週来週とお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ミカコがパーソナリティだやべえ進めんのちょっと難しいから恥ずかしくなっちゃう。よしじゃあちょっとせっかくリスナーにナギーレンのことを知ってもらう大チャンスなので、話をしていきたいと思いますが、まず、ナギーレンこのグループはどのように結成をしたのか、じゃあちょっとメンバーに聞いていきたいと思いますが、いかがですか？そうですね、説明したいけど、意外に僕ら全員オリジナルメンバーじゃないですよね正直気づいたんですけど、紀元前まで行けば確かにそうかもしれないけど、何かこう、アカペラのグループとして始まったんですけど、とある大会があって、それに向けてこう出ようっていう感じで組まれたグループが前身のグループで、その大会で優勝したんですよね、おそらく私たち以外の人たちがね私たち以外の人たちがねでそのままこうプロとしてやっていくかっていう時に、メンバーのこう入れ替えがあって、そこからこう入ってきたのが、今僕たちという感じで、そうですね、そこからちょっとメンバーの変遷はありましたけど、いやすごくありましたね、そうだね。どれくらいあったんですかね6回ぐらいですか結構ありましたね、機会としてはね。どうでしたぶっちゃけ。実はね今年3月にこの3人で新体制初となるワンマンライブを立てることができて、無事大成功に終えたんですけど、そのワンマンのタイトルも654643って言って、私たちのねメンバー編成の数字をあえて並べてタイトルにしました。だからそう振り返るとすごくいろいろナギーレンという名前でいろんな形があったわけだけれども、どうでしたそのメンバー変わった瞬間とか、ぶっちゃけなんか今振り返ると どうでしたか？いやでもやっぱなんか変わるタイミングが結構、そのみんなで一つの目標に向かって頑張っていこうっていう、ロングミーティングをしたなんか1ヶ月後とかにそうなんかメンバーからそういう話があったりとかすることが多かったから、なんかそのやる気モチベーションが上がったところから墜落した晴天の霹靂みたいな、そんな気持ちではあったかな。そうですね、切り替えが難しかった、正直だからその抜けるメンバーというか、そっちはそっちで必死にこう人生を考えてるわけだし、送り出す気持ちはもちろんありつつ、振り返るとでもポジティブにそれを変換してここまでやってきてるかなってのはもちろんありますけどね。それはすごく感じるね、なんかもう何が起きても怖くないよね。もう3から2とか1にはなりたくないけどそれ以外だったら多分何が起きてももう大丈夫な気がするわ、そうだね、あとは3人になって
予定が合いやすくなったまあ予定だったり正直、間違いない、ミーティングもサクッとできるし、アーティストのライブ見に行こうってみんなで行きたいってなったらもうすぐ集まれるし、そういう部分はねかなりポジティブに。そうだね。それはね意見は合いますしね、合いやすいっていうかね、揃いやすくなるしね。なんかお互いが思ってることをより深くなんか知れるようにもなったというか、そんな気は私もしますね。はい。で、実際にその3月8日にワンマンライブを立てたワンマンライブを開催できたわけですけど、どんなライブでしたか？2人の実感としては。正直最高のライブになりましたね。なりました。最高だった？最高だったな。やっぱりアカペラのみでのワンマンライブしか今までしてこなかったので、そこから対バンライブとかではトラックを入れてのライブとかはよくしてきたけど、それまでしてきたけど3人になってからの初めてそれを見るお客さんが多かったはずだから、正直反応が気になっていて、やるまで怖かったよね。もちろんかなり本番前もどんな感じで迎えてくれるのかなっていうのは不安だったし、だからこそ1曲目始まった瞬間のこういい感じのムードで、メンバー3人とも最初から泣きそうになるっていう事件危なかったよ。いやちょっとね、そんなね泣く曲じゃないんですよ1曲目はダンスしながらミカコと顔を合わせるシーンがあるんだけど、ダメだこんなタイミングで泣いてはいけないって思いながらやってました。いや結構声震えてたよね。私結構声震えちゃって必死だった。ほんと全くやることが変わるわけだし、僕なんかパートが変わってるんで、そう、もともとバラッチはアカペラ時代はボイスパーカッションやってたんですけど、今回トラックに全部リアレンジしたことによってね、もうビートはトラックにありますから、そうなんですよ。バラッチはどうしていこうかっていう話をね。一回もボイパしなかったよねライブ。逆にそれまでやったっけ？東京ワンマンではいやってないんで、そこもそれまでのライブでちょっとこう絡めたりとかしてたけど、もういいやってそうだったね、なっちゃってっていうかだから僕はなんか自分のこうライブでのねこう立ち位置みたいなのをずっとこう探りつつ、やっと形見えたかなみたいなところもあったし、いや個人的ハイライトはでも今この3人になってから割と私とまゆがフロントマンで、バラッチが後ろでね、トラックいじったりとかしてるんだけど、ワンマンではワンマンならではのことをしたいっていうことで、バラッチが歌うセクションもちょっと増やしたじゃないですか。あそこが個人的には鬼熱かったですね。すごくね。私結構ライブ全体を通しても湧いたよね、お客さんたちね。そこはなんか言うのなんですけどちょっとスイッチ入ったよなんかそっから入ってたそっからいや僕じゃないよ、その後の流れがそういうこと？その後半だったけど、そっからのなんかこう熱量はいやあったね。これをいつも出したいなって思った。それはすごく感じたね。そうだね。でもなんか今だから言うけど、なんかライブまでのリハーサルで、バラッチが歌うパートを全然歌えてなかったじゃんね、歌詞をねなんか待てよなんかふにゃふにゃ歌ってて、で私がなんか最後リハ終わった時、しかもこれ通しリハね、通しリハの終わったタイミングで、バラッチやっぱボーカルちょっと難しいんじゃないのみたいな、本当に歌えなくないみたいなことを言って、ぶっちゃけこの人深刻なトーンでそれ言ってくるからさすんごいマジな顔でね。いやマジででも、本当にトラックの制作とかでにね追われちゃったのね。もう前日までねやって、だって前日の本当ワンマン前日の夜に俺残って練習してくんでって言って個人練の時間も来たもんね。でもそれで歌はすごく良かったと思うよ。正直あれでスイッチが入ったんじゃないですか火がついたよ。目に火が灯ったと私は思ったまあいろいろ言うとりますけれどもね、じゃあちょっとここでそのナギーレーンで654643と変遷があったわけですけど、ぶっちゃけもうナギーレーンダメかもしれないって思った瞬間あった？私自身も、どうするのかみたいな、問いかけられてたタイミングもあったから、正直本当にやめた方が、いいのかもしれないって思った時期はあったんだけど、ミカコが止めてくれました止めたね。あれに救われて、
続けることを決めましたね。もうどんなに惹かれても構わないからっていう思いで長文の LINE を送ったよねあれは心にグッときましたね。いや私はそこであれをやらないと絶対後悔するなって思ったので、で会って話す時間もあんまなかったじゃん。結構忙しい時期だったから、もう家に帰って休むので精一杯ぐらいな多分シーズンだったから、でもそれでなんか時間見つけてとかもう悩んでる暇ないやと思って長文で送りましたね。そうだったね。そちらの内容が今こちらに届いております何ですか、届いてないのということでバラはどうだった？僕はそうですね、なんか別にやめるというところには僕はならなかったというか、やっぱりなんか自分が何か表現する場としてすごく大切なものだし、まあ形どうするかっていう悩みはあったけど、何かしらでやっぱり続けていくべきだなと思ってたし、なんか僕は自分の性分としてなんかコツコツすることがやっぱ好きなので、なんかまだこういろんなところでもっとこう結果を残していきたいなって思う時に今がやめ時ではないなって思ったので、まあそれであんまりその後ろ向きにはならなかったですね。そうだね。私もなんかまあそう結構マジみたいなここでですかみたいなのはあったし、まあ弱音入った瞬間もあったけど、でもだからこそ絶対私は諦めないぞっていう気持ちが余計強くなったね。なんかメンバーがちょっとずつ減るたびに、いやでもここで終わりには絶対にさせたくないって思ったから、まあ信頼できて、そう前はねそういう瞬間があったかもしれないけど、まあ私の中でバラは絶対やめないなっていうのもあったし、そのもう絶対にそので、まあ、やめてほしくなかったし私は前にもだからそのなんか自分の中である程度、まあ、描けていたというか、続けていける選択肢誰になるかは正直あの時は分からなかったけど、でもナギーレンというものがなくなる未来は私の中でなかったから、まあ、その選択肢としてまず自分が強い気持ちで続けようっていうのがあったので、まあ、結果だからすごくいい状態に今落ち着いたなっていうふうに思っているよね。まあでもなんかその抜けるとかのきっかけを通して、なんか3人で、てかメンバー内で話し合うきっかけにもすごいなったよね。そうだね。お互いの本当に思ってることとか人生通してやりたいこととかを考え直すとか、腹を割って話す時間にはなったから、まあ今となってはいっか、そうね、まあよかったかもね。いっかまあいっかはいまあせっかくなのでここで、まゆとバラッチそれぞれの音楽のルーツについてもちょっと掘っていきたいんですけど、まあいいんですか？もうぜひぜひせっかくなのでミカコは話したことないの？そういうの私もこの番組ではまだないですね。ちょっとまあじゃあ3人でそれぞれ話していきましょうか。まあちょっとそしたら長くなっちゃうんで、じゃあ代表して2人でやらせてもらいますおいおいおいそう私話長くなるっていう風に言われやすいんですよねちょっとそう言われると思ったからちょっとまとめてきたけどね。まあいいよ、じゃあはいバラッチどうぞ。そうですね、まあ僕はまあ幼少期というか、から、まあ、ピアノとかやってたんですけど、まあ、そんなに僕音楽がちょっと好きになれてなくて、ちっちゃい時は好きに なり始めたのは中学校に入ってこう吹奏楽部に入って、まあ、トロンボーンとかトロンボーンとかっていうかトロンボーンやってたんですけど、でもその吹奏楽部で、アース・ウィンド・ファイヤーのセプテンバーとか、クール&ザ・ギャングのセレブレーションっていう曲、いいですね。だから結構ファンクディスコミュージックを、まあ、たまたまやれる機会があってなんか、まあ、それを教えてくれる先生がいたんですよ。名物先生というか地元に。まあ、それきっかけでブラックミュージック好きになったし、なんか同じようなタイミングでちょうどね、2人はさ都会シティガールだから分かんないと思うんですけど、田舎ってチャンネル4つしかないんですよ。テレビの。本当に知らないんだ。チャンネルじゃあリモコンの12個じゃないんですか？リモコンのボタンは4つしかないってこと？もうちょっと差別ですほぼ。いや違う今聞かれたからだってさリモコンは普通にあるじゃん。リモコンが12個あって、その中のでは別にまあ今もそうだった別にこっちもさすがにそうだけど、その中で使えるチャンネルは限られてる。じゃあブズズズってなってるってことをしてもそう砂嵐みたいなのとかあるし、出身どこですか？出身福井県です。
こいいとかまあそうなんですけど、でそうなるとなんかねケーブルテレビっていうなんかねもうちょっといろんなチャンネル見れたり、なんか専門チャンネルが見れるものが導入っていうか、そこが始まって、それでちょうど同じ時期になんか音楽チャンネル見れるようになったの。でそしたらもう一気に情報がこう入るようになって、洋楽の情報とかがなんか興味持ち始めた時期にそれが来たから、なんかまあそれで、まあ、当時だったらジャミロクワイとかオアシスとか、好きだよね、まあ、好きなんですよ、まあ、そこら辺も入っていって、だから結構そのうちから洋楽のまあロック、ポップ、R&B とか、まあ、その後ヒップホップを好きになったけど、今思うとでもそのやっぱ中学校の時期にわーっていろんなもの好きになったからっていう、そんな感じのがルーツですかね。いいですね、面白いね。やっぱり環境がすごく影響しますね。環境はあるね。まゆはどうでした？まゆは両親が音楽大好きで、でまあ、母はミュージカルが大好きなので、よく連れて行ってもらって、ミュージカルの音楽とかはもう全般大好きだったのと、もう父がギタリスト、ジャズギタリストなので、なんかジャズとかボサノバとか、R&B とかもうなんか全ジャンルを家で流してるような家庭で育ったので、まあジャンルレスに好きな音楽っていうのはあったかなっていうのは思うんですけど、まあ中学高校になってから、もうバンドがめちゃ流行ってて、そうね、そういう時期だったね。そうで高校では軽音楽部に入ったので、もうあらゆる流行ってるアーティストの、バンドのコピーをたくさんして、阿部真央さんとかスーパーフライさんとか、どっちもバンドじゃないじゃんそうじゃんバンドサウンドナイスツッコミびっくりしたびっくりしたまあ女性シンガーさんですね。J-POP のね。とか英語の授業でアブリル・ラビーンの歌詞を日本語訳するっていう授業があって、なんかそれをきっかけになんか CD をもらったんだよね、先生に。何の？アブリル・ラビーンの初回の。なんで眉だけもらえたの？私英語ができたのね。優秀者だからですごい先生と仲良かったから、なぜかプレゼントしてくれて、それで洋楽のロックバンドとかも結構聴くようになって、レッドゴーあれでしょ？違うそれじゃないんだ。一番有名なやつ。ザットの前に、ピンクのハイライトを入れた金髪のアブリル・ラビーンが、ファーストじゃないってことか。立ってるやつ。ザットの前で。でもそれじゃない？それだよ。これじゃない？これだと思う。これ 20th anniversary edition だから、それじゃない。Complicated とか入ってるやつでしょ。Complicated 入ってるやつ。ね、それで言うとさ、私も全く一緒でさ、先生にもらったんだよね、このアルバム。いや、その話はまたどっかでする。めっちゃすごい。そうだ、これめっちゃ聞いてた。ごめん、いいよ、前に戻します。ごめん。そうそれをきっかけに、なんかその力強い歌い方で、なんかそのメッセージを歌に乗せて伝えるみたいなアーティストがめっちゃ好きになって、アブリル・ラビーンとかピンクとか、その延長線上でビヨンセとかも大好きになって。そこから歌をたくさん練習するようになりましたね。結構じゃあ洋楽両方問わずっていう感じだね。そうだね。でも今の歌い方の雰囲気で言うと阿部真央さんとかは、本当そういうその力強く、自分の思っていることを歌に乗せて表現するのが、しかもすごいいろんな種類の歌声、声色で表現する人だから、なんかそこがすごく、私には歌い方とか影響を受けてるかな。ですね。阿部真央さんお会いしましたもんね。去年だったかな。一昨年の一昨年か。去年だよ。去年の3月にね、スターダストレビューの皆さんのライブに出演させていただいた時に共演しましてね。そう、トイチオトザっていう、ライブで阿部真央さんと初めて
挨拶しましたね。嬉しかったね。その日誕生日だったので、最そうだね高の誕生日プレゼントになりました。ね。そうでした。みかこはありがとう、聞いてくれて。ちょっと時間があれそうだ。ごめんなさい、前がめっちゃ喋りすぎちゃった。美香子もいつか喋りなよ。いつかここやるとき喋らせてあげてねえ。まあまあ手短い。いやむずいな。いやまあ私は5歳から11歳までオーストリアのウィーンに住んでたのもあって、なかなか割と限られてたんですよね。音楽聴けるなんか媒体とかもそうだし、でまあ唯一その父親が日本から持ってきてた CD が愛子さんだったので、まずその愛子さんの楽曲をめちゃくちゃ聴くようになって歌って楽しいってなったんだけど、小3ぐらいの時に確か一時帰国して CD ショップ行って、もう一気に自分で気になる CD を買ったのね。でそれが彩香さんと平井堅さんもなんか気になって、なんか当時はほら CD で視聴もできたじゃない。で結構長い時間 CD で聞いて、彩香さんと平井堅さんも聞くようになって好きになって、であとはまあウィーンにいた時のそのラジオで流れてた曲がまさにだからアブリルとか、マルーン5とか、割とあっちの、あと結構ねヨーロッパ時代ヒップホップもすごくなんか流行り始めてて、でだから結構聞くの好きだったんだよね。でそのウィーンでヒップホップも流れるんだね。そう聞こえる聞こえる。それはまあまあそりゃそうか。だから帰りのスクールバスとかでみんなでヒップホップ歌ったりとかしてたね、今思えばね。そうエミネムとかなんかすごすぎる。小3ぐらいでみんなでエミネムやるみたいなやってたりとかしてたんだけど、でその後は日本完全帰国してからは宇多田ヒカルさんにどっぷり使って聴くようになって、まだ結構私もまあジャンルレスでもあるし、そうだね、まとめるのが難しいですね。いろいろ聞いてましたね本当にね。でその後は K-POP にめちゃくちゃハマるようになって、 K-POP のビッグバンを通してさらにヒップホップ好きになってっていうのもあったし、あとデフテックさんめちゃくちゃ聞くようになったりとかしたので、まあそういうところからだから R&B とかソウルの色を持つ J-POP をめちゃくちゃ聞いたりとか、あとヒップホップもどんどん好きになってって、あと案外私クラシックやっぱウィーンにいたのでクラシックめっちゃ聴いてたなと思って、まあクラシックピアノもやってたので、なんか結構そこも好きだなっていうのを最近改めて感じましたね。はい、長くなりましたか？大丈夫ですか？なんか渋い顔してんの何なんですか、わらっち。いやまとまってないな、うるさいな。はい、次に行きたいと思います。ですね、じゃあまあ2人のルーツは聞きましたけど、音楽活動はそれぞれいつ始めたんですか？どれを音楽活動と言えばいいんだろう。なんだろうね。どれなんだろう。ナギーレン始める前まではバラッチは何をしてたの？まあ、ちょっと活動というか経歴的になるけど、まあ、日本の大学を卒業した後に、バークレー音楽大学っていうところに留学をして、まあ、そこでジャズの作編曲の勉強をしてたんですよ。まあ、そのビッグバンドのアレンジをしたり、まあ、ジャズらしい曲を作るというか、まあ、そっちをやって帰ってきてから、まあ、ナギの前も何個かバンド活動だったりアカペラのグループはやってました。まあ、それでこう自主制作で CD 作ったり、まあそれこそちょっとこうツアーというか遠征とかライブ活動はして、まあでもちょっとうまくいかないところもあって、まあもうぼちぼちというか、まあ裏方的な仕事でやっていこうかなって本当にそう思ったタイミングでこうナギーのプロジェクトに誘ってもらって、まあそこからはもうナギーの活動が中心にっていう感じですね。マユはどうですか？マユは、高校の時からもうバンドがやりたくてしょうがなかったので、もうバンドが強い高校を受験してそこに入って、でも3年間バンド活動を、ガールズバンドを組んでましたね。でもその延長で大学エスカレーターだったんで、自分で言うその表現いいの？言わない自分で言わないのか。いや全然いいよいいよその延長で大学1年ぐらいまで一生懸命ライブもやってたんだけど、もうほんとプロ目指してやってたんだけど、まあメンバーそれぞれ一旦休止しようって話になって、でそこから
ちょっと夢を諦めていて、でもアカペラはサークルでずっと続けて、オーディションとかも何個か受けたりとかはしてたんだよね。でなんかその後何年か経った後に、ナギーレンに誘ってもらって、もしかしてここでまた、新たな挑戦ができるかもしれないと思って加入しましたね。そうだったんですね。そっかそっか。じゃあ割と2人とも続けていきたいけどっていうタイミングでナギーに入れたっていうことだね。そうですね、確かに。私もちっちゃい時から歌手になりたいって思って、弾き語りができるようにっていう思いでピアノ練習したりとか、ギター部に入ってギター練習したりとかしてたけど、ちょうどまだ大学生だったんだよね、ナギー入った時に。で大学で1年休学してどうしようかな、どういう風にやっていこうかなっていう時にナギーの話を聞いて、で最初ちょっと悩んだりもしてたけど、でもこれはすごくチャンスかもしれないと思って入ったんだ。その前はだからアカペラサークルに入ってて、そこで全国大会で優勝できたことで、多分私を2人もなんとなく知ってくれたのかな。そうだね、アカペラでもう知らない人はいなかったよね、ミカコのこと。そこまででしたね。そうでもなかったらしい。そのバンドはそうだったかもしれない。私は特に興味なかったですか。僕はごめんなさい、喧嘩始めないでもらっていいですか。日常茶飯事なのでね、全然これじゃれ合いのようなもんですよ。そうね、そのバンドで優勝できたことで、実はなんかスクール革命にもテレビ番組にもちらほら出させてもらったり、スクール革命とかカラオケバトルとかちょっとずつ出させてもらって、でそのナギーレンの発起人の人に声かけてもらってっていう感じでね、ちょっとソロでもどうしようかなって悩んでたタイミングにかけてもらえたので、私たちはもうなんか縁かもしれないっていう気持ちで入れたから、結果すごく良かったですね。よかったね。感じですね。出会えてよかった。出会えてよかったね。はい、ありがとうございます。じゃあ次はそうね、ナギーレンのじゃあちょっと大体人となりは分かってきたと思うんですけど、曲についてもうちょっとフォーカスを当てていきたいと思いまして、私たち曲作りどのように行っていますかね。変な質問。いいじゃん、半分メンバーで半分 DJ だからさ。そうですね。曲はメンバーというか、そうですね、メンバー内でアイデア出し合って、ちょっとそれを発展させて作っていったりとかもありますし、ちょっとグッドなメロディーメーカーの人を外部でというか、作家の方に当たって、提供してもらうこともありますけども、そんな感じでもどっちでも、両輪走らせてちょっと作ってるような感じですかね。そうですね。今ナギーレンメインボーカルがミカコとマユになってますけど、この歌の割り振りとかはどういう風に決めてますか？急にインタビュアーに引き出さないといけないんだ私。割り振りですか？そうですね。僕らの一連の流れとしては、一旦やっぱ2人に全体新しい曲が上がったら、で歌ってもらって、より曲を輝かしている方を選ばせていただきまして、パンチしていいよ、隣にいるから結果発表させていただきまして、そうですね。そこから本レックに入っていくという感じですね。そうですね。でも本当ね、2人の歌はなんか当ててみないと分かんないところがあるんで、どうですか？もうちょっとそこ聞きたいかもね。何が？当ててみないとわからないミカコとマユのそれぞれのバラチから見てどういう風に見えてるのかとか聞きたい。どういういや本当ないよっていうかいやなんかそう曲調的になんやろね、これ難しいですけどももう輝かせてる方でいいかも。それでいいかもね。細かいですか？すいません。じゃあ3人でどういう曲作っていこうかみたいな話でどんどん
楽曲制作もその外の方にお願いしたりとかして進めてますけど、今私たちナギーレイの、音楽的支柱といいますか、グループのリーダーでもあるバラッチが割とイメージできたものだったりとか、そこから結構私たちの楽曲って生まれてたりするんですけど、バラッチ的にはいつもそのナギーの曲を作るにあたってどういうインスピレーションを元に育ててたりするんですかね。インスピレーション、そうですね、自分のライティングの癖というか、発想元は本当になんか特定のアイテムとか、特定の行動みたいなものから、これって面白いなって思う瞬間に降りてくることが多くて、だからなんかこう幅広いテーマを書くのが多分まだそんなに得意ではない、ぼやっとして、なんかそれよりは一個のことを言う、それがフラペチーノうまいのなって思ってたらフラペチーノの歌になるしそうですね、フラペチルっていう曲がありますね。だったり、ライブでもやりましたけど、なんかこうサウナ気持ちいいなって思ったらサウナのことを歌うし、でもなんかその行動がそれだけじゃなくて、ちょっとこう人生観を表すなみたいなことをふと思うと歌にしたくなるかな、そういうタイプかな。そこがうまいよね、すごく。そこをストーリーにするのがすごくうまいと思う。なんかね、重なると割とそれがさささっと、なんかメロディーもそうすると湧きやすいなっていうのはあるかな。私なんかそれがね、なんかこう2人のテーマ感っていうと変か、なんか2人の雰囲気とも合ってるなと思ったらよりやりやすいし。ですね、ありがとうございます。その曲の種だけじゃなくて、割と私たちはハーモニーポップグループということで、ハーモニーにもね割と力を入れてるっていうか、自分たちで武器だなと思ってるけど、そのハーモニーアレンジも今バラッチがしてくれています。そこは特になんか自分印じゃないけど、ナギーレイのハーモニーでこだわってるところってあったりする？ナギーレイのちょっと編成が多い時期は、僕がそのジャズハーモニーがすごく好きだし、そこが専門でもあったから、言い方あれだけど小難しさによるおしゃれさというか、そこは使ってたんですよ。でも3人になるとちょっと専門的かもしれないですけど、あんまりそれができなくもなる、出せない瞬間も多いですね。あるので、でも一見ちょっとポップに聞こえるけど、やっぱりちょっと面白いことしてるぞっていうのは残したくて、いやでも一工夫あるよね、毎回すごいと思う。なんかやっぱサンドしたハモリとか、なんかうまく、それは眉美香子も全然できるけど、なんかそこ面白く三声をハモらせるって、なんかすごいなと思う。そうだね。なんかやっぱハーモニーに対してこの響きが好きだなっていうのが、ずっとそこを聞いて育ってきてるから、なんかそれを出したくなる。でそれをなんかこううまく絡めていくし、なんかそこを多分気づく人は、そこもなんか癖になるなって思ってくれると信じてやってるっていうところがありますね。だから鼻歌で作れるものにはあんましたくないなっていうところが、それを感じますね。実際私とまゆ、そのバラがくれたハーモニーアレンジを歌っててどうですか？いや結構難しかったり、なんか急にぶつかったり、そうなんか特に今3声しかないのに、なんか高音、と、その3度上ぐらいと急に11数か13数を担当しなきゃいけなくなった時の、なんか本当に鋭いところその狙っていかないと誰も両隣支えてくれないしみたいなところの塩梅を今すごく鍛えられてる気がしますね。そうだね。しかもなんか普通のサンドハモリとかのなんか次の音とかが急にそういうのが入ったりして、なんか障害物競争みたいな出し引きみたいななってますね。感じになりますよね。ちょっとそういうところも割とすごくこだわっているところではあるので、皆さんよかったら私たちの楽曲そういうとこ注目して聴いてみてほしいなと思います。はい、なんと言いますか、なんとあっという間にお別れの時間が来てしまいまして、第1週はここまでなんですけど、TMR 初の全員集合いかがでしたか？
楽しかった、はい、いつも通りですいい感じにいつも通りにできてますね。そうだね。はい。じゃあここでちょっとお知らせがあったら教えてほしいんですけど、何かありますか？ 4月25日に、はい代々木ロッジで、ライブします。はい。はい、一番直近のライブがそれなので、ぜひぜひ皆さんなぎれんを気になった方は見に来てください。はい。まあこれワンマンではなくて対バンライブなんですけど、詳しくは私たちの SNS にありますので、ぜひチェックしてください。お待ちしております。であともう一つ、うん同じ4月25日にですね、僕たちの楽曲あのねという曲の韓国語バージョンが配信リリースになります。はい。はい、こちらは先日私たち韓国でライブさせていただいたんですけど、その時にね、そこで初披露した、私が韓国語を訳してまゆが、韓国語で初めて歌ってみたあのねですね初挑戦しました韓国語すごく発音がいいと韓国の方にも褒められましたね。好評でしたということなので、4月25日韓国語バージョンのあのねもお楽しみに。